どうも、潜入おいりです。今回は越前の刃物旅行第2弾ということでやっていきます。今回の潜入先はこちら、龍泉刃物さんに行ってきました。龍泉といえばもう名前の通りこの龍のロゴマークですよね。刃物好きの方なら一度は見たことあると思うんですけど、今回はその龍泉さんの魅力をたっぷり紹介していきます。そして今日のテーマとなってくるのが、龍泉刃物とは、龍泉の商品紹介、名前の由来だったりとか、ステーキナイフのあの真相とは、で、工場を覗かせてもらったり、いろいろ面白いお話をお聞きしましたので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは本編へどうぞ。はい。ではまずこちらの龍泉さん。龍泉さんがどこにあるかというと、前回の動画、刃物の里という資料館ですね。そちらにお伺いしたんですけど、その向かい側にあるんですよ。もう徒歩30秒くらいですね。もうそんな激近なところにあるんですけど、ここ一帯、そういった刃物屋さん作ってる会社が点々としてるんですよ。点々というかもうかなり密集してるので、もうこの場所行くだけでもね、いろいろ楽しめるんじゃないかなって思います。で、今回の動画を見るにあたって、僕東京刃物屋巡りで、木屋さん、日本橋木屋さんという場所に行ったんですよ。ぜひね、もしこれ見てない方いたら、これを見てから今回の動画見ると、いろいろ楽しめるとは思うんですけど、一応今簡単に言うと、その木屋さんの動画で、その龍泉さんのステーキナイフっていうのを紹介したんですね。そのステーキナイフがある料理の大会で使われたんですよ。その料理の大会っていうのはもう料理界のそのオリンピックって言われるぐらいすごい大きな大会で、そこでこの今見てる龍泉刃物さんのステーキナイフが使われたんですね。それが2013年2014年ぐらいだったんですけど、その時に使われて、でその切れ味の良さ、あまりの切れ味の良さにその各国の審査員たちが持って帰っちゃったんですね。もうこの切れ味はなんだってなって、でそれを機にこの龍泉という名前が世界中に広がって、もうね予約4年待ちとか大変なことになったんですけど、そういった面白い話があります。で僕が気になったのは、それが本当かどうかというか、その真相ですね。その時の話をお聞きしたくて、今回ねいろいろお話聞いたんですけど、今回の動画っていうのはちょっとかなり僕運が良くてですね、実は今龍泉さんに潜入してるんですけど、僕アポなしで行ったんですよ。本当に突撃で行って、今こんな感じで撮影の許可を得て撮影してるんですけど、撮影中にたまたま社長さんがお見えになって、いろいろねもうあれやこれやとね面白い話をお伺いすることができました。で今から社長さんとの会話に行くまでに、アフレコでこの龍泉さんの包丁、どういった包丁、どういった材質があるのかってことを紹介していこうと思います。ではまずこちら今見てるのがブレイゼン龍というシリーズです。ブレイゼンの材質はスーパーゴールド 2SG2 と言われるやつですね。ちなみにブレーゼン龍和っていうシリーズもあって、見た目が和のシリーズですね。これもかっこいいですよね。で次今見てるのが梵天雲龍。こちらの材質は V 金15 VG10 と言われるやつですね。で今お店に入ってこられたのが社長さんです。この後たっぷりお話ししたのでご期待ください。では続けます。でこの梵天雲龍ですね。この梵天雲龍は VG10 で、この VG10 が芯材で使われているダマスカス多層構造の包丁ですね。ちなみにこれも和のシリーズがあります。では次こちら単眼龍。単眼龍も同じく VG10 の材質です。で特徴的なのが土目ダマスカスプラスその土目の模様っていうのが入ってますね。では次こちらプリベイルも同じく VG10 を使ってます。特徴としてはやっぱりこのデザインですよね。ウォールナットを使用したこのハンドルとダマスカス模様っていうのがすごく美しいですよね。では次さっき出た梵天雲龍の和バージョンです。やっぱり和ハンドルにすることによって見た目もそうですけど軽くなるっていうのがポイントですよね。ではこちら風格龍は ATS314 っていう鋼材を使用しております。これはコバルト合金というもので、高級ナイフとか利用バサミに使用されてるんですけど、包丁ではあまり見ない材質ですね。でこの材質はだいたいね V 金15と近いような硬さを誇ります。ちなみに今見てるのはブレーゼンの和のシリーズですね。このペティかっこよかったですよね。でここら辺も、和包丁とかね、いろんな特殊包丁があって、この特殊っていうかこの絵が特殊ですよね。ちなみにこれ風格流のちょっと特殊な絵バージョンなんですけど、今のなきりすごい形状してなかったですか？包丁って切り付け型って言って切っ先の方が斜めにカットされてるものがあるんですけど、その逆みたいな、逆切り付けみたいな、そんな感じのなきりでしたよね。でこれですよ。これちょっとね値段見てびっくりされる方いると思うんですけど、この値段についても後ほどお話ししました。でこの今見てる商品がコアレスというものの刺身包丁なんですけど、コアレスっていうのは名前の通りコアレス、芯がない、芯材がないっていう意味で、どういうことかっていうと V 金10号と V 金2号っていう
切れる材質と切れる材質同士の組み合わせの多層構造のダマスカス包丁なんですね。つまり大きな特徴というのは刃先に出てる材質だから、切るところの材質っていうのがバラバラなんですよ。だから刃先の見た目っていうのを見てもらうと分かるんですけど、この刃先の先端までこのダマスカス模様があるっていうのはコアレスだけなんですね。はい、という特殊な包丁になってるんですけど、これでアフレコは終わって工場の作業風景、そして社長さんとの会話をお楽しみください。それではどうぞ。現場も見ますか？いいんですか？いいですよ。はぜひ見たいです。い、どうぞ。ありがとうございます。技術ですもんね。そうですよね。ありがとうございます。風格流とか梵天流とかいろいろあるじゃないですか。はいはい。そのなんかコンセプトというか、なんかそれについてちょっと。YouTube されてる方？そうです。僕見てますわ。木屋さんだとか。木屋さん行きました。最近いろいろ行ってます。うちのこと言いました。はい。審査員の方が持ってったとかそういう話を。見ていただけて光栄です。うわー。今アメリカのインスタグラマーの方が、はい、真ん中の子はフランスからうちに修行に来てる子なんです。修行、もう職人さんになりたくて来てる子ですか？ちょっと勉強しに、研ぎのシャープニングの勉強をしに。なんか声聞いてて、わかりました。ありがたいです。いや嬉しいです。そうなんですよ。ぜひ龍泉さんに行ってくれって声がものすごく多くて、はい。ギャラリー、この建物って比較的新しい、いつ頃できたんですか？これは4年前に、ちょうど本当にコロナ前に、インバウンドのお客さんが本当に海外からのお客さんが多いので、来てもらっても、現場見てもらうって言ってもなんかちょっと落ち着かないし、ギャラリーが必要になってきて、ギャラリーをまず建てました。コロナになって、売り上げも落ちたので、ショップにしてしまえということで、ここで直販できる場所を備えとして、で横手は体験の工房なんですよ。で週末になると、先週末もやってたんですけど、ここで体験で、包丁作りだとか、子供さんだったら。職人が指導してるんですけど、こういうアルミ棒を、乾燥機で叩いて、こんなフォークだとか、バングルだとか、バターナイフだとか、アイスクリームのスプーンだとか、結構人気で。そのイベントって結構定期的に行われてますか？やってます。じゃらんさん通じて。そうなんですね。絶対喜びますよね。いや僕もやりたいですもん。あとここ漆の漆器の産地でもあるので、ハンドルに漆を塗って、本当にマイ包丁
を作って変えられるっていう、まあ、それも人気ですね。うわ絶対喜びは嬉しい。そこまでやらせていただけるんですね。そうそう嬉しまです。で、まあ、研ぎ教室だとか、はい、まあ、お家で使ってるやつをここに持ってきてもらって、はい、まあ、うちののものでなくてもいいので、はい、まあ、その包丁を切れるように指導させていただくってこともやってます。なるほど。その情報とどっかで公開、インスタグラムとかでそれやるよっていうことってジャランさん通じてるんですか？うちのメルマガの会員さんにはなんか定期的にそういうそうなんですね。あとジャランさんの方での体験の方で広なるほどなるほど。またよろしければ、はい、ぜひ行かせていただきたい、はい、そのイベントは。はい、はい、ありがとうございます。はい、お住まいは東京？今兵庫に住んでるんですけど、はい、兵庫の方だとうちが仲良くしてる三宮にフロインデリーブさんってあるんですけど、はい、パン屋さんなんですけど、はい、そこを通じて、はい、シュトーレンナイフ、はい、シュトーレンナイフ、はい、神戸シュトーレンの会っていうのが各パン屋さん、はい、まあこれからの時期ですけど、はい、シュトーレンをクリスマスに合わせてて、はい、それをカットするナイフを作ってくれって言われて、はい、そうなんですね。ちょっといいですね。僕もパン大好きなので、はい、パン屋さんも興味あるので、はい、シュトーレンナイフはすごいかっこいい。いや、リュウセンさんのデザインが本当にかっこいいですよね。ありがとうございます。いや、すごいすごい。やっぱナイフ使うの上手ですね。ナイフはもういやすごいな。めっちゃ切れる。この人ナイフこの形状ですか？このタイプ。そのままです。なるほど、そのままなんですね。フロインドリーブさんで売ってますし、はい、芦屋のパン屋さんでドイツパンのパンタイムってとこですかね。また違う。はいはい。こんにちは。はい。パン屋さん、もうこの人もう本当に変人っていうぐらい、はい、ドイツパンにのめり込んでる人ですごい。このパンが一番切りづらい。はい。今まで出会ったパンの中でここのパンほどちょっとナイフメーカー泣かせのパンはないっていうぐらい硬い。ちょっとそれ聞いたらちょっと買いたいですね。欲しいですね。はい。いいですか？はい、ありがとうございます。ドイツパンなんですね。ドイツパン。こんなパン。で、ここのクープナイフって、まあここの筋を入れるナイフもうちのナイフを使ってます。そうなんですね。ちなみにそのクープナイフってあったりします？ないです。ないですね。ありがとうございます。松脇さんに見せてもらうとわかりますけど、本当に面白いナイフ。いや、そうですね。クープナイフちょっと面白い形してますよね。ありがとうございます。必ず行きます。兵庫に住んでるうちに。はいはい、ぜひ行ってみてください。まあ豊洲の方と浅草編と木屋さん編と全部見ましたね。あ、本当ですか？いや、本当にリュウセンさん興味ある人本当に多くて、使ってる人も多いし。そうですね。ありがたいことで、本当に今のナイフのおかげで一気に名前がそれまでは本当に小さなメーカーですし、小さな産地ですし、まさかこんなことになろうとは思ってはなかったので。あと見てて思ったんですけど、僕コアレスの刺身片刃の包丁僕初めて見たんですよ。和包丁タイプ。珍しいですよね。珍しい。うわ、すっごい。これ裏式あるんですね。ありますあります。本当だ。わ。まあこれはある意味うちの技術の象徴として置いてあるだけで値段もとんでもない値段つけてあるので。そうなんですね。まだ技術的には未熟で10本作って半分はお釈迦になってしまうんです。これもでもあれですか？ VG2 と VG10 ですか？そうです。てか絵もかっこいいな。絵もキヤさんの話で出たんですけど、ポルシェのハンドル材に使われてる絵も一緒ってことなんですけど。ポルシェじゃなくてレクサス。レクサス、はい、そうです、レクサス。カナダの方から入手してるんですけど、たまたま事情を聞いたら、日本ではレクサスも使ってるよって言われて。あれめっちゃかっこよかった。
このコアレスというかこのタイプってリュウセンさんが流行らせたみたいな。そうですね。素敵なやつというそうです。竹太福祉工材さんとのこの素材が出た時に、うちが一番最初に試作をさせていただいて。どういった用途で使った方がいいのかっていうことで、この刃自体はやっぱり刃先がやっぱり違う素材になってるので、どんなに砥石を細かく当てても、この刃文の叩いた目で、凹凸になってるんです。要するに硬い素材は砥石早く当たるので、へこむし、削れるし、硬い素材は残る中で、包丁には適しないなと思ってたところに、ステーキナイフの話があって、ちょっと安全性的には、包丁の切れ味をそこに、つけてしまえばお客さんが怪我するであろうっていう想定の中で、引いて切るきっかけができるっていうことであれば波刃が一番最適なので、これもうまさしく研ぎ上げた刃先マイクロスコープで見ると、波刃になってるんです。なるほど。でこれに関して言うと、このステーキナイフの話があった時に、この材料がっていう。むしろ適してますよね。そうですね。そうですね。へえ。うわ、使ってみたいな。いずれ多分買うことになると思います。僕本当に。切れ味的ではそこまでびっくりするような切れ味は、引いて切る分には、そこで切る発動をされて、切り込んでいくっていうきっかけをそこで作ってるので、波刃っていうか。なるほど。そこがちょっと。へえ。実際そのステーキナイフの話ですけど、説というか真相って本当なんですかね。本当です。実を言うと、日本人の時の審査員が平松さんだったので、日本の審査は、平松さん以外の海外の方全員持って帰ってしまう。半分って言いましたけど、隣が持って帰るのを見て、でも平松さんはさすがにもうそれはだから24カ国の審査だから23カ国みんなが持って帰ってしまった。で僕それをちょっと、朝日新聞の記者に言ったら、裏を取るので新聞屋さん全部裏取って持って帰りましたか、どうして持って帰りましたかとか、そういうことを聞いて間違いないってことで記事に上げてもらったんです。そうなんですね。嘘でないですね。いやそれ聞いた時本当にめっちゃ面白くて、でもそのエピソードもすごいですね。実際にそのリュウセンさんにあれをオーダーというかリクエストした浜田さんがたまたま包丁を、うちのナイフを使ってもらってたの。それはかっぱ橋かどっかで買ってきたやつで、そこにたまたまリュウセンっていう名前を入れてあったので、それをたどってうちに連絡が入って、いや面白いですね。そうなるとやっぱりこういう制作者の名前を入れとくっていうのが大事なんだなっていう。そう思います。ことですね。そうですね。やっぱそこからあれですか、広まってるのはやっぱ早くなったんですかね、爆発的に。そうです。だからうちの、サーバーがダウンするぐらいの勢いで、なんかその後ですけど、今は何か少し落ち着いて、そうなんですね。は来ましたけど、今そのナイフがSK01 っていう、これが、一番最長で4年半、予約が溜まってしまったんです。で4年半どんどん、うちの生産遅いので、どんどん長くなってしまうと、もうちょっと僕らのプレッシャーが半端なくて、もう予約止めてしまえということで、予約止めて今年の7月にやっと全部収められて。で、10月1日にこれの後継モデルが、出たんです。SK08 っていうタイプなんですけど、で SK08、
これですね、こちらのちょっとデザイン的にほとんどフォルムは変わってないんですけど、でそれが10月1日、販売ページ立ち上げて、ものの10分で全部完売してしまった。まだ相変わらず人気というか注目してもらってるんだなっていうのは、いやすごいですね本当に。あと12月の6、7で、東京の表参道の方で、ちょっとレストラン借り切って、展示会するんです。僕12月3、4、5と東京行くんですよ。3、4、5です。でただ今の話聞いて、ちょっと6、7も滞在して行こうかなと思ったんですけど。もしよかったら案内しますから。本当ですか？来てください。ぜひ行きたいです。新商品の発表しますんで。行きます。表参道ですね。表参道ちょっと、お待ちしてます。ありがとうございます。ちょっといくつかまだ質問していいですか？リュウセイさんの最初のデビュー商品というか、最初当初からあるものみたいなのってあります？一番最初のブランド商品はそこのボンテン。ボンテン。なるほど。新商品発表は王国流っていう商品なんですけど。初めて聞きました。王国流。かっこいいです。それはまだネットで公開してないですよね。公開してますかね。ちょっとうちの専務の方のインスタで少しなんか見せてるようなところなんですけど。かっこいい。そうそう。これがこの木がちょっとなかなかレアな。そこのネーミングってどういう感じで決めてるんですか？もう全部そうですけど。龍っていう文字をどっかに入れたいので、なんかいろいろ地元のお寺だとかそういう名所を巡って、なんか一文字キーワード的なものを持ってきたり、もちろん商標的なところもあるので、それをちょっと弁理士の方に調査してもらったり、事情というか、ブレーゼンはどういうなんかコンセプトみたいなのあるんですか？ブレーゼンは高村刃物さんと、うちと、組合の事業で補助金もらった中で、越前内刃物要望所を新ブランドを立ち上げようということで。一緒にやった商品。そうなんですね。でブレーゼンっていうのは、やはり刀的なところと、僕が越前市ですけど、もともと竹節っていう、武士の部に生まれるって書いてある。だから竹笛駅がそのまま残ってるんですけど、武士の部に礼儀の礼で禅っていうのは禅道の禅、造語ですね。でブレーゼン龍は龍泉ので、ブレーゼン高村は高村さんのっていう、そういうことで、高村さんも本当素晴らしいいい包丁を作ってらっしゃるメーカーさんなかなか人に見せないんですけどね。ちょっとそもそもなんですけど、その龍泉っていう由来語源名前、そういった会社名というか、先代が辰年だっていうこともあって、龍をすごくここもあるかな。うわすごい。こういうこれ龍なんだ金具がついたタンスだとか。なんか龍が自然と集まってくるっておかしいですか。こういうその羽織がこれはうちの若い人が作ったやつですけど、なんかそもそも龍の語源をどっかに父親がつけたいと思ってたと思うんですけど、独立した時にうちの父親が、うちは増谷っていう線なんですけど、本家、男5人兄弟が全て刃物を作ってたんです。今増谷刃物さんっていう刃物メーカーがあるんですけど、そこが唯一おじさん唯一今元気でやってらっしゃるんですよ。みんな他界してしまって、
で、まあ、それぞれみんなマスターでなので、はい、うちの父親が龍泉寺っていう曹洞宗のお寺の土地を借りて、うちのおふくろと一緒になって横手に工房を作ったんですね。はい、でまあ龍泉っていうお寺の近くだったので、はい、そのまま龍泉自分も辰年だし、はい、で龍泉ってたどると中国に、まあ、龍泉っていう刀鍛冶が名刀を作った刀鍛冶がいたってことを、まあ、全てにこの龍がつながって、はい、まあ、会社名にしたっていう感じなんです。へー。でここにあるやつはもう素敵なやつですね。ちょっといろいろ、いや本当に魅力的ですよ。すごい。まあ、その龍泉がまあ創業してって今どのくらいですか？まあ、会社が父親が立ち上げてからは来年で70です。70、まあ、70周年で何かちょっと、やらなくちゃいけないんですけど、まあ、私の祖父が、はい、やはり刃物に携わる仕事をして、はい、まあ、その子供、僕のおじ5人が、はい、まあ、刃物を始めたっていうところからがあるので、まあ、祖父の代から数えると75年って感じです。そうなんですね。ちなみにまあ龍泉さんのまあロゴマークもかなり印象的なんですけど、はい、ロゴマークも当初から感じですか？いや、これはやっぱり象徴するマークを考えなくちゃいけないということで、はい、デザイナーとかと協力してとかですか？これにおいては兄弟、僕と弟といるんですけど、はい、2人で話し合って、そうなんですね、まあ、スケッチしながら最終的にデザイナーに見てもらって修正はしてもらいましたけど、はい、なんかこんなイメージはありましたね。いや、すごいいいと思います。はい。なんかこれを作ったのすごいな。なるほど。実際龍泉さんのまあ職人さんって、結構、ね、年代的には若い人もいたりとか、はいはい、まあ、2013年のナイフの事情があってからです。みんなメディアに上げてもらってなんか興味もらった。まあ、それまでは実は言うと中国の研修生が、はい、6名ほどいて、はい、日本人は僕と弟ともう一人今のうちの工場長がいるんですけど、はい、その3人だけ。そうなんですね。あとみんな中国人だったんです。へー。今は中国人一人もいないので、そうなんだ、本当に日本の刃物っていうのが、はい、ちょっとはっきり言えるようになりましたけど、今は自信持って。はい、そうですね。いや、貴重なお時間ありがとうございます。掛布の駅の、はい、行きましたけど、あれもうちの父親が、まあその当時まあ業界の人を集めて作ったやつで。あれ相当時間かかりましたよね。そうですね。今僕が2代目で1回あれを全部ばらして、はい、磨き直してまた戻したっていう中で、親子2代で携わってるので、すごいあれもまあ龍に決まったっていうのをうちの父が売り越しで自分のその龍をイメージ化させたものが欲しいと思って作ったらしいんですけど。そうなんですね。あれってでも頼まれたんじゃないんですね。市から。もともとは、はい、まあ業界のその勢いあるところを見せたいというので、はい、ちょうど今の時期掛布菊人形っていうのが開催されていて、はい、その菊人形の来場者にアピールするために作ったものです。依頼されてってところではなくて。ただまああれをまあずっとじゃあどこに保管するんだってなった時に困ってしまって、もともとは市役所の、はい、カウンター前に飾ってあったんですけど、はい、それが今の JR の駅の改札のところですよね、ホームのところ。はい、いや、あの場所いいと思います。降りたらあれがあったらね。今新幹線の方にもね、また作らなくちゃいけないって話もまた作るんですか？出てきてはいるんですので、もしまた作った際には作ってる途中とかももう撮影したいですね。なるほど。また絶対面白いと思います。そうです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。もうそろそろ動画は終わりなんですけど、ここまで見ていただきありがとうございます。もうね、本当に何より嬉しかったのが、僕の動画を見てくれてたってことですよね。本当に光栄でした。そして貴重なお時間、貴重なお話ありがとうございました。で、皆さんお話でもあった通り、12月7、8と東京の表参道でイベントがありますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに僕は7日の1時から行こうと思ってます。もし来れる方いましたら僕とお話ししましょう。ぜひね、お声かけ
けていただけたらすごく嬉しく思います。でこれも動画であった通り研ぎ教室、家事体験とかそういったイベントもやってるって言ってましたよね。これもいずれ体験しに行こうと思ってますので、ぜひ楽しみにお待ちください。では次回はですね、この龍泉刃物の隣の建物にある絵と絵という絵を作ってる会社、これもまたすごいねおしゃれな場所に行ってきたんですよ。はい、なので次回の動画もこうご期待ということで終わります。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。